ボンジョー。このチャンネルではセーヌ川にまつわる動画をいくつかお届けしてきました。セーヌ一人旅と題したシリーズでは、私がもう20年以上前に公共交通機関でセーヌの流れる土地を訪ね歩いた話を少しずつご紹介しています。今日は2001年7月、パリ近郊のとある場所でのお話をしたいと思います。今皆さんセーヌ川の全容を知ろうと思えばどうされますか？パソコンかスマホでウィキペディアとか Google マップを開くのではないでしょうか。ところが私がセーヌを巡る旅を始めた2000年にはそういう方法はありませんでした。そこでまず取り掛かったのが紙の地図を買うことでした。広げるとテーブルがいっぱいになってしまうくらいの折りたたみ式の一枚地図です。しかも歩く人向けに作られている250メートルが1センチの縮尺になっているものを買いました。セーヌの源流から河口までをつなげようと思うと、結局全部で30の地図が必要でした。その地図には家一軒一軒まで記されているくらいですから、どこに橋がかかっているのかもわかります。セーヌ川は全長およそ 780km ですが、さて、そこには全部でいくつ橋がかかっているのか、皆さん想像できますか？それらの地図を使って、当時私が根気よく数えてみたところによると、セーヌにはおよそ370の橋がかかっていることが分かりました。およそといったのは、例えば源流や上流の方にある小さな橋は、さすがにその地図でも把握できないからです。できるものなら、この橋全部を見てみたいと当時の私は思いました。そして、とりあえず公共交通機関を使って行かれそうなところは全部行ってみようと決めたのです。ところで、パリ市内の橋は何本あるのかわかりますでしょうか？答えは36。つまり、全体の10分の1がパリに集中しているというわけです。また、セーヌはパリに隣接する市を何度も蛇行しながら流れていて、この辺りは人口も多いエリアでパリと地方をつなぐ高速道路網もたくさん走っていますので、この周辺にはかなりたくさんの橋があります。さて、2001年7月28日、私はパリの隣町の一つ、ルバロワペレにあるルバロワ橋へと向かいました。ここはパリのメトロの3番線の終点、ポン・ドゥ・ルバロワ橋を降りて歩いてすぐのところにありました。その橋はルバロワ市と川向こうのクーブボア市をつなぐ橋で、途中イル・ドゥ・ジャット島というセーヌの中州を横切ります。橋の半分を渡ってこの中州に降りると、川の上流の方に高層ビル群が見えています。ラ・デファンス、いわゆるパリの新都心として開発されたエリアです。緑の多い中州ののんびりとした雰囲気と、そこから見えるこの近未来的な風景とのコントラストがなかなか面白いユニークな場所です。そしてその
二つの風景の間を流れるセーヌ。真夏の空の下の青い水面を平底船が音も立てずに滑るように進んで行きます。中州のそのジャット島は細長く伸びていて、一つの町の体を成しています。行政区分で言うと、途中からヌイ・シュール・セーヌ市の領域になっています。ヌイといえば、パリ21区とも言われる高級住宅地です。この島でも緑に囲まれて集合住宅やオフィス、スポーツ施設などが点在しているのですが、それがなかなか高級感にあふれています。グラウンドやテニスクラブのある近くで、私は一人のムッシュに出会いました。その方は緑の木陰のベンチに腰掛けて本を読んでいました。髪も口ひげもきれいに撫でつけられた白髪で、白い上下のスポーツウェアが真夏の日差しに映えています。川の眺めを少し写真に撮って立ち去ろうとしたところで、ボンジュールとお互いに声をかけたのがきっかけで、私もベンチの隣に座ることになりました。ムッシュの名前はクロードさん。読んでいた本の話と関係していたのか、あるいは私が遠い国から来た人間だったからなのか、彼の話は地球の歴史、人間の感情の芽生えなど、なんだかとてもスケールの大きなものでした。聞き役に徹していた私には理解できない言葉もたくさんあるのですが、ミリオンとかミリアーとか、とにかく桁の大きなお話に、なんだかこちらの気持ちもどんどん大きくなってくるような気がしました。クロードさんが話してくれた話題は、女性の人生についても及びました。私が独身だと知ると、彼はこんな風に言いました。それならあなたは鳥のように自由だね。人の人生は短い。最大限に楽しみなさい。と。その言葉はなんだか天からの啓示のように、こちらの心にストレートに響いてきました。クロードさんは自分のことをフィジシャンと言いましたが、当時の私はその意味がわかりませんでした。家に帰って辞書を引いてみると、フィジシャンとは物理学者のこと。それでまた、なるほどと、ほんの15分とか20分でも宇宙の果てまでを見せてくれるようなクロードさんの話に納得がいったのでした。